こんにちは。今日は通訳ガイドの私が銀座で金魚が舞う幻想的な美術館からアートな本屋さん、最新のルーフトップバー、そして最後はどうしても行きたかったあの名店へお連れします。それでは行ってみましょう。まずは銀座4丁目の交差点からスタート。待ち合わせスポットとしても有名なライオンの像が目印の銀座三越。新館の9階まで上がるとアートアクアリウム美術館銀座があります。中に入ると一瞬で幻想的な雰囲気に包まれます。チケットは事前のネット購入で2500円、当日購入は2700円です。まず目につくのがこちら。建築家隈研吾氏によるデザインです。竹とアクリルの組み合わせによる螺旋を中心に金魚の優雅な動きが流動性とリズムを与えています。次のエリアはこちらです。新種の金魚が並べられています。こちらはネオオイランと名付けられた光のアート作品です。こちらは金魚の参道、鳥居をモチーフにした柱の水槽が連なる光景はまるで別世界への入り口のようです。こちらは金魚の回廊、和柄の装飾になっています。入場料は少し高いなと思いましたが、想像以上の満足感がありました。何より入場制限をしているせいか、週末なのに空いているのが良かったです。次は銀座6に向かいます。三越を出て新橋方面にまっすぐ、ユニクロの向かいの銀座6。エスカレーターで6階まで上がります。アートのある暮らしをコンセプトにした蔦屋書店。アート作品やデザイン、写真、建築などの芸術関連の書籍が非常に充実しているのが最大の特徴です。日本文化の発信にも力を入れていて、専門のコーナーも広いスペースをとって紹介しています。漫画はもちろん、英語版の漫画も数多く並べられています。店内にはギャラリースペースも併設されていて、常に現代アートの展示や販売も行われています。店内の一番奥まった場所に日本刀の展示や販売が行われています。単に並んでいるものを買うだけでなく、自分だけの刀を注文することもできます。刀に関連した付属品もたくさん並んでいるので、ここでしか買えないお土産が見つかりそうです。そろそろお気に入りのカフェに向かいましょう。
すきや橋の交差点まで大通りをまっすぐ。ここがすきや橋の交差点です。ここがお目当てのビル、銀座ノボ。このビルの11階まで上がります。11階まで上がるとお店の入り口。メニューが置いてあります。なかなか入りづらい雰囲気なのですが、ここは気合を入れて、もう一段エスカレーターを上がります。ルーフトップカフェ&バーザ・ミント銀座。比較的新しいスポットで銀座のど真ん中にありながら空が見える開放感が魅力です。緑に囲まれたガーデンエリアと白を基調としたラグジュアリーなラウンジエリアに分かれています。ラタンの屋根付きソファー席がゲットできたらラッキーです。とても奥行きがあって足を伸ばして座れます。銀座の大通りが一望できます。真下にすきや橋の交差点が見えますね。開放的な場所で一息つきたい時にはぴったりの場所です。週末なのに全然混雑していなくて本当に穴場のカフェだと思いました。夜は銀座の夜景が一望できるので夜来るのがいいかなと思いましたが、夜はチャージやサービス料がかかります。昼間はソフトドリンク1杯から OK です。最後は本当は教えたくない銀座の名店へ向かいます。最後は創業40年以上の老舗、酒の穴です。実は現在ビルの建て替え工事のため4丁目交差点近くの場所で一時的に移転して営業中です。早速銀座の夜を締めくくりに行きましょう。北は北海道から南は九州まで常時130種類以上の日本酒が揃っています。季節限定や希少な銘柄も多く、日本酒ファンにはたまらないラインナップです。銀座の老舗の肉料理店、嵐月が運営しているため、料理の質も非常に高く、牛肉料理や旬の食材を使った酒の魚は絶品です。早速日本酒をいただきます。見てください、この贅沢なスタイル。ぎっしりと敷き詰められた氷の中にキリッと冷えたいちごを増す。そこになみなみと継がれる日本酒。最後の一滴まで冷たさをキープしてくれる酒の穴ならではの粋な演出です。突き出しは3品。このなめろうはこれぞ究極のお酒のおつまみでした。牡蠣の天ぷらも熱々です。酒の穴の醍醐味といえばこの卓上湯煎。冬は日本酒を温めて飲むこともあります。130種類もの名酒の中から選んだ一杯を自分好みの温度にその場で湯煎で温めることができます。酒の穴の魅力はこのきめ細やかなおもてなし。大きな一升瓶から真っ白な氷に囲まれたマスへと注がれる名酒。銀座の老舗ならではの粋を感じる日本酒好きにはたまらない至福のプレゼンテーションです。まずは一口。キリッと冷えたお酒の奥からお米の優しい甘みと華やかな香りがふわりと広がります。クリームチーズと奈良漬け、
日本酒のあてに最高です。続いてはさすがは老舗嵐月の系統。じっくり煮込まれた牛すじは口に入れた瞬間ほろほろと溶ける柔らかさです。この旨味の濃い出汁をキリッと冷えた日本酒で追いかける贅沢。もう言葉はいりません。蓮子鯛のさつま揚げ、ふわふわの熱々です。4杯目に頼んだジコン。透明感のある酸味とフルーティーな香り。締めのカニの石焼きご飯は運ばれてきた瞬間、磯の香りがふわっと広がり、おこげの香ばしさが食欲をそそります。最後は老舗の味と名酒に酔いしれる大満足の一日でした。いかがでしたか？新しい銀座と変わらない温かさ、旅行の参考にしてくれたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。